こんばんは。帰り道、思わず声をかけました。こんばんは。帰り、いつも遅いですよね。お互い様ですけどね。それは大変ですね。せっかく帰り道も一緒ですし、協力しますよ。地球の皆さん、こんにちは。土屋リオです。はい、今日の動画、なんだか暗いなぁと思いませんか？そうです。夏といえば怪談ということで、今日は怖い話をね、皆様に聞いていただこうかなと思います。ホラーが苦手でブラウザバックしそうになっているそこのあなた、安心してください。土屋が読むと怖くないとよく言われますのでちょっと深刻な顔して土屋がお話を読んでいるなぐらいの気持ちで聞いていただければなと思います。雰囲気出すためにね、今ここにろうそくが置いてあるんですけれども、はい、めちゃくちゃいい香りがアロマキャンドルですね、これね。寝る前とかにねつけたりするのかな。すっごいいい匂いがダイレクトにね香ってきてる中で、リラックスしながら怖い話読ませていただきたいと思います。ということで、ぜひ最後まで聞いていただけたらなと思います。それでは早速やっていきましょう。これはある友人のお話です。引っ越しをしたばかりの彼女は最寄り駅まで電車で通勤していました。そのバスの中でいつも顔を見る男性がおり、乗る時間も最寄りのバス停も同じなのか、いつしか挨拶をするまでの仲になりました。こんばんは。帰り道、思わず声をかけました。こんばんは。彼は笑顔で挨拶を返してくれますが、それ以上話をしてくれることはありません。特に仲良くなるつもりはなかったので、その日も家路を急ぎました。というのも、実は少し前からストーカーらしき影を感じていたのです。男の人と歩けばそれも対策できるかと思い、思わずバスで会う彼に声をかけたのでした。しかしよく考えたら、それはそれで刺激してしまうのかもしれない。なんとか巻いたり遠回りをしているおかげか、おそらく家はバレずに済んでいました。特段直接被害を受けているわけでもなかったので、誰にも相談できずに数ヶ月が過ぎました。ある日の帰り道、珍しくバスの彼が声をかけてきました。帰り、いつも遅いですよね。お互い様ですけどね。たわいもない話をしつつ、今日はストーカーの気配がしないので、思い切って軽い気持ちで相談してみることにしました。それは大変ですね。せっかく帰り道も一緒ですし、協力しますよ、と。その日は親切に家の前まで送ってもらいました。次の日、朝ゴミを出していると、ある噂を耳にしました。隣町でストーカー常習犯だった人がこの町にいるらしいのです。ほくろが2つ並んで特徴的だから絶対に見間違いないと、マンションの住人が立ち話をしているのです。へえ、ほくろか。その日の夜、今日は珍しくバスの彼には会うことなく、一人で家路を歩いていました。家の前に着いた時、その人影に違和感を覚えました。どうかされましたか？左手にアルコールが入った袋を下げ、うっすらとした笑みを浮かべながら、こちらを覗き込みながら聞いてくるのです。今日はお疲れ様の乾杯をお家でしませんか？そう私に話しかけてきた男は、首に2つのほくろをつけていました。おしまいはい、ということで、これもう電気つけますか？パッ、明るくなれ、パッ。はい、ということで、
はい、ちょっと暗い中で文字を読むという目が悪くなりそうなんですけれども少し涼しくなりましたか？なんかやっぱりね、私が怪談を読むとね、怖くないって言われるのよ。なんか私ホラー苦手なんですけど、怪談話とか怖い話とか結構好きで、中学生の頃とかね、意味が分かると怖い話とか流行った時期がありまして、友達と一緒に読んだりしてたんだけど、なんかりおちゃんが読むと怖くないんだよね、面白いんだよねって言われてきた人生なので、ちょっとでも怖いなって思ってくれたら嬉しいです。でもなんかお話自体もそんなになんかめっちゃ怖いっていうよりは、意味がわかるとドドドッとするようなお話だったのでね、ちょっとズズズってしてくれたら嬉しいなと思います。はい、私は心霊体験とか特になく、怖いものが苦手なので霊感なんて持ってなくてよかったなと開き直って生きてるんですけれども、はい、コメント欄とかでよかったらね、体験したことのある心霊体験とか書いてくれてもいいですよそしたらホラー好きのねクルーたちがコメント欄見て楽しめますし、私も読むのは好きなので、はい、コメント欄見させていただきますので、はい、なければね、感想とか書いてくれたら嬉しいです。はい、ということで以上、この動画が、そんなに怖くなかったけど土屋のおかげで怖い話聞けたよって思った人はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。